こんにちは、のりつぴろりんです。今日は私一人なんで、私がチャンウクさんの沼にどうやってハマっていったかっていうのと、私が韓国についてどう思ってたのかっていうのをね、ぶっちゃけて話すんで、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。今日も最後に特典映像をつけておりますので、ぜひそちらの方もお楽しみに。で、私実はね、48歳になるまでね、アイドルとかね、ジャニーズとかね、もう芸能人とかね、好きになったことがなかったんですけども、芸能人好きなの誰とか言われたら、福山雅治好きとかっていうのはね、もう言ってたんですけど、どっちかというと好きというよりも好きなタイプっていう感じだったんですね。それに、私結構ね、現実的な性格なんで、あの頃のね、私がね、今の私を見たらね、アホちゃうのってね、理解不能だと思います。大体ね、好きな俳優を紹介したいがためにね、こんな YouTube するってね、だいぶ痛いですよね。でもね、今やってるんですよね。そんな私がどうしてこんなにチャンウクさんの深い沼にはまってしまったのか。48歳までの私と今の私の考え方がどう変わったのかをお話しさせていただきたいと思います。で、ぶっちゃけますけど、私カンドラ自体も48歳まで見たことなかったんですよ。で、その上韓国という国にももう本当にいい印象ありませんでした。これ言ったらね、結構皆さんに怒られるかもしれないんですけど、48歳の時にね、たまたまね BS でやってたドラマを見たことがあって、でそれが「あなたは宝物」っていうね、もうカンドラの中でも今考えてみたらもうドロッドロのカンドラあるがあるが詰め込まれたヒルベロみたいなドラマなんですけど、その先が気になって先がどうなるのか気になりながら一昨日2人で見てたっていうだけなんですけども、そこから全然ハマることもなく、そのままカンドラのことを忘れてたんですが、その後スザンヌから「もう前面白かったよ」っていうのを聞いて、見てみるとカンドラの時代劇面白いやんってなって、そこからいろいろ見るようになって、でチソンの「キルミヒールミ」見てからチソンさんにハマって、ファンクラブ入ろうかなとかまで思ったんですけど、でもそんな時に出会ったのがチャンウクさんだったんです。でヒーラーなんですけど、僕ヒーラー見ようと思って見たんじゃなくって、もうずっとヒーラーのことは見ずふりしてたんですよ。なんかあんまり好みじゃなさそうやし、でその頃なんだかラブストーリーにハマってたし、でヒーラーは最高の恋人って書いてるんですけど、あんまりラブストーリーっぽくないじゃないですか。でもそろそろ見るものもなくなってきたしって、さあ見るかってなった時に布団で横になりながら見てたら15分でね、沼落ちどころかね、もう寝落ちしたんですよ。私最低ですよね。でもなんか主人公の顔かっこよかったよなと思って、もう一回見ようと思ってもう一回見始めた時にドハマりしてしまったと、チャンウクさんの魅力にっていう感じなんですけども、そこからはK2 を見てですね、さらに色黒のチャンウクさんに魅了、そして白目多めの目に魅了されて、でもう気候号ではもうがっつり可愛いチャンウクさんのタパンの可愛さに沼の奥の奥まで引き込まれて、で怪しいパートナーでは子犬のようなお目目に落とされてしまいました。でどんどんその深みにはまるとね、皆さんも一緒だと思うんですけどね、もうどんどんねチャンウク探しの旅に出るんですよ。で初めはドラマをね、チャンウクさんの出てるドラマを全部見たいと思って全部見て、もうそれが終わると今度はチャンウクさんの情報欲しさにもう常に喉カラッカラって感じなんですよ。でチャンウクさんの情報で喉を潤してはまたカラッカラになって情報を漁るっていう毎日。もう一時なんかそのチャンウクさんの YouTube とかチャンウクさんのもうインタビューを読み漁ったりっていうのをねする毎日だったんですけどね。でこんなことしてるとね、もう普段のねチャンウクさんをねどんどん知ることができてね、もうどんどんねそれがまた余計に深い沼にはまっていくっていう感じなんですよ。でちょうどそんな頃にね、なんだかチャンウクさんが除隊して、でそれがすごいめっちゃ良かったんですね。そしてすぐファンクラブに入って、もうでも何が楽しかったって、
もうコミュニティでねチャンクさんのファンと絡むのがねすごい楽しくって、それってやっぱり同じ推しのことで盛り上がるっていうのがねすごい楽しいんですね。ある意味クラスで好きな男子の話をするっていうのでよく高校時代盛り上がったりすると思うんですけど、これね何がいいってね、誰の彼になるわけでもないんですよ。ただただ好きなことを共有してるっていうのがね楽しい。で学生時代やったらね何々好きって言って誰かの彼氏になったりするじゃないですか。もうそれとはまた全然違う学生時代のような気持ちにさせてくれるこの推し活っていうのがね、もう最高のアンチエイジングになってると思います。で私がこの YouTube を始めたのもいろんな人と推しのことを語り合いたいっていうのと、もっとこの日本でチャンクさんを知ってほしいっていうことなんですね。でチャンクさんってかっこいいしもう可愛いし演技うまいしもう最高の俳優さんじゃないですか。もうオーサムって感じなんですよ。だからもうチャンクさんを気に入ったっていう方はもっとチャンクさんを知ってもらって、深い沼に引きずり込もうと思ったからなんですけども、私がしたところでそんなに、ね、力があるわけでもないんですけども、少しでもそういうふうにチャンクさんのファンが、どんどん深い沼にはまっていってもらえるようにこうやって配信していきたいと思ってます。なぜそうやって皆さんに勧めるかというと、私がチャンクさんにハマったことで毎日の景色がもう180度変わって、もう人生楽しくなったように同じように幸せになる人を増やしていきたいと私は思ってるので、ちょっとなんだか価値観の押し付けなんですけど、そうやってチャンクファン増えていってくれたら嬉しいと思ってます。皆さんいろいろねこれぐらいの年になると、つまらないことで悩んだり腹立たしく思ったり自分では解決できないような辛い出来事があったりっていうことね、この年代になるとねたくさんあると思うんですよ。なんかそういう思いがあるとは思うんですけど、チャンクさんのように、自分自身を癒してくれるような存在がいると思うだけでも全然違うと思うんですよね。で私の場合は息子の高校野球が終わって、でその心のね隙間をねすっぽりチャンクさんが入ってきたっていう感じなんですよ。でチャンクさんのおかげでね夫にも優しくできるようになりましたし、で自分は好きなことをしてるので、夫のご機嫌取るのももう全然苦にならないしね、浮気してるとバレないように夫に優しくなる妻って、そんな心境ちょっと違うんかな浮気してませんけどね、そんな感じなんで夫の方も私が楽しそうにしてるので、見守ってくれてるみたいです。ありがとうございます。ところでね、この間ちゃんともとファンっていろんな感情あるよねっていう話をしたんですけど、チャンクさんの隣に例えば誰かと一緒に写真写ってると嫉妬するとかね、女性と仲良くしてると嫉妬するとかね、いろんな感じあるっていうのを聞いてね結構面白かったんですけど、それはそれでねなんだかね刺激的で素晴らしいですよね。チャンクさんに没頭できてるっていうのがねすごい幸せなんだろうなと、思ったんですけど、私の場合はこういうところもね結構ね現実的なんですよ。チャンクさんのことはもうすごく好きなんですけど、もう私の中ではもう神っていうかね、神っていうのが一番正しい表現なのかな。自分のものになるわけではないんでっていうところはもうね現実的なんですよ。それは当たり前なんですけども、だから嫉妬とかねあんまりしたことないしね、だからどちらかというとね幸せになってほしいっていう感じなんですよ。例えばドラマとかで視聴率が悪かったりすると、チャンクさん気にしてるんじゃないかなとか落ち込んでるんじゃないかなとかっていうのが気になる。何があってもファンが応援しているっていうのをね伝えたくなるんですよ。そうなるとで何とかして盛り上げていけないかなって考えるっていうね、チャンクさんの幸せのためにそう思ってくれるファンがいてて、僕は幸せやって思ってもらえるように盛り上げていけないかなって考える方なんですよ。で私の力ではねどうもならないことはね分かってるんですけども、もうファンだけでもいつもどんな時も全力で頑張ってるチャンクさん見ているよ、認めてるよ、
応援してるよってね、こう伝えていきたいなと思ってるんです。なんだろうね、これって多分恋人っていうよりも、多分息子を見守る母に近いものがあるのかなと思うんですけど、ちょっと無償の愛みたいな感じなんですかね。で、チャンクさんからは画面の向こうから愛情をいただいてるんで、無償ではないのかもしれないんですけども、私の中では息子に対するものに近いものがあって、私いつも息子にもそうなんですけど、私はどんなあなたでも受け入れることができるから、困った時はいつでも相談聞くよって言ってるんですけど、もうそんな感じですかね。さすがに息子が1番で、チャンクさん2番なんですけど、っていうか夫が3番なんですけど、だから私の中で一番気になるのは、チャンクさんが結婚するかっていうことよりも、もう元気で楽しく活動してくれてるかっていうことなんですよね。あとはもう病気と怪我をしないでほしいっていうことですかね。チャンクさんの場合、お父様が若い頃に病気で亡くなってるので、体だけは気をつけてほしいし、あとバイクに乗るのでヘルメットちゃんとかぶって安全運転してほしいってね、もうそう考えてるとね、かなりおかん目線って感じだと思うんですけど、でもそこなんですよね、私の中で大事なところは。で、それにチャンクさんを好きになったことで、私変わったことがもう一つあるんですよ。で、それは実はぶっちゃけますけど、ここが一番ぶっちゃけるとこなんですけど、チャングさん知る前はね、私ね、本当に韓国にはね、いいイメージがありませんでした。もうね、多分でもね、日本に住んでる人で、私たち年代の人はもう日韓関係、今の日韓関係を考えると、そう思っている私たち世代の人多いと思います。で、私ももちろんそうだったんですけど、だからまさか自分が韓国俳優にハマるなんて、もうこれっぽっちも思ってなかったんですけど、そんな私の考え方を180度変えたのがチャンスなんですよ。日韓関係ってね、結局ね、もうお互いのマスコミの影響で国民が振り回されてるっていうのもあると思うんですよ。なんか煽ってるというか。で、もちろん韓国の場合は反日教育してるんで、その傾向は日本よりは絶対あると思うんですけど、でも私が思ったのは、国民それぞれが、そういう色眼鏡かけずに自分の目で相手の国民を見たり調べたり互いに分かり合うっていうことがね、一番大事かなと思うんですよ。で、それによってだんだん考え方が変わっていくんじゃないかなと、私もそうだったんですけど、で、今までちゃんと見ることもなく報道だけ聞いて本当のところ知らないのに悪いイメージを持ってたっていうのがね、現実なんで、それでチャンクさんを知ったことでいろんな韓国を見たり調べたり、あと文化に触れることで考えも変わっていったのは確かなので、だからチャンクさんたちのような日本で人気のある俳優さんたちなんかはもう本当に日韓の架け橋になってるのじゃないかなと私は本当に思います。こういう民間レベルから互いに理解し合えるようになれば、こういい関係も築けていけるんではないかなと思うので、そのために私もチャンクさんの布教活動頑張りたいと思いますでもね、韓国の文化ってここをぶっちゃけるんですけど、何回も試してるんですけどね、一つだけ苦手なものがあるんですよ。それはね、実は辛い食べ物。私ね、辛い食べ物めっちゃ苦手なんですよ。で、カレーも甘口っていうぐらいなんで、最近韓国にも行けないし、韓国に触れたいと思って、辛ラーメン買ってきたりトッポギ食べたりってするんですけども、いつも一口二口食べて全部夫に食べてもらってるんです。それするたびに、もう私チャンクさんと結婚できへんわって叫んでますもう最近ではね、辛ラーメンの美味しい食べ方を調べてはチャレンジしてみたりね、もう常に夫が必要って感じなんですけどね、作るときは全部食べてもらわないといけないんでなんですけど、もうこの間キンパも作ったんですよ。で、これは辛くないけど、辛くないからね大丈夫だったんですけど、でも食べた後やっぱり私は巻き寿司の方が好きかなみたいな、結局ね、私ね、日本食がね一番好きなんですよ。もうごめんねちゃんくんって感じなんですけど、
でも冷麺とチヂミは好きです。でもうどうでもいいか。ということで今日は私がチャンクさんへの思いを紹介させていただきました。皆さんがどうなのかもぜひ教えてください。コメントお待ちしてます。それではコメント紹介しますね。発信制限ハードヒットを紹介した回にいただいたコメントです。かおるさんです。こんにちは。今日ツイッター見てよっしゃーと叫んでしまいました。大画面大音量でお姿とお声を堪能できるなんて楽しみです。私は滋賀在住なので京都で見れます。アバターのダンスめっちゃ可愛いといただきました。ありがとうございます。そうなんです。私は岡山なんで大阪で見れるなとめっちゃ楽しみにしてます。ぜひ皆さんも行ってみてください。こちらの動画は火曜日金曜日夜9時に更新しています。このように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリツピロリンでした。この後特典映像お楽しみに。アンニョン。바꿔요 저도? 너 뭐? 자 여기서 나오는 콩이 우와 뭐 하고 싶은데? 그러니까 요새 뭘 해야 도움될까요? 너? 고소해라 느낌 있는데? 삭삭삭삭삭하니? 아니 근데 봐봐 이거 참 맛있네요? 또 그래 너무 맛있다 이거 진짜?